島に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな。飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ島の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ！よく聞け！腕に覚えのものあらばいでよ！なだ、チム2だ。我こそは足立晴信、かの足立義信が五代の末裔なり。侍、我に下るか。誉れなき者には情け無用。さあかかれ！離せ！島を守れ！かかれ！進め！敵将を撃ち取るのだ！撃ち取れ！敵将が引いた！追い撃て！ついてまいれ。大勢の仲間が。この命に代えても前進せねばなるまいぞ。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け！王子どものは新手だ。切り捨て！さらに援兵が来るぞ。
もはや我らのみ。残された道は一つ。敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ、あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。おじ上。我が名はコトゥン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり信仰。どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う侍よ、我に下るか。いかにしてここへ。武具はない。食料のみ。
俺を見てくれた。ここを離れねば。もう子供。誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も。俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。誰が歯を研いでおった？武士か？中に戻って早く。傷はどう？走れそう？ああ、おそらくは。太刀は？ここにはない。私に任せて。ほら隠れろ。ああ、殺さないで。仕事をめねえ。米を出せ。ああ、少しならあるから持って行って。何者だ？言うなってね。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ。後にして。くっそ、かがんで。行くよ。どうする？こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか？地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺人か？地頭の多いの。して叔父上は生きておいでか？おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか？東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送りご助力も超えよあんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。う。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。仲間はいない。くぐって。
今はこらえて行くよ。待って。騎兵だ。通って。よし。まずい。隠れるところがない。このまま出たらあいつらに見つかっちまう。一か八かだ。待って、荷車が。今だ。早く。万兵だ。屋根に登るしかない。ほら。屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えなんだと。た。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。こっちだよ。いるか。まずいね。猛虎に見つかったんだ。見張っておれ。俺が調べよう。太刀さえあれば。家の中に隠したのかもね。我が名は酒井仁。地頭である志村殿の甥い。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ、身を守る術を教えてやろ心得ています。う。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよ。はい、叔父上。さあ撃ってこい。よろしい。さように戦えればあざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではそのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。
肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が優ある武士だと示してみよう。衝撃で防御を崩し素早く打ち込め。やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よし、よいぞ。守りの構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし、では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。撃たれる寸前に受け流すのだ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわしすかさず切り返してみよう。よし、その息だ。わしがついたら避けるのだ。良い切り返しだ。良いか。かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。わずかな反撃の気を待ち生かせ。どうだ。いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょうまいぞ陣。う。お見事です。早すぎ。腕を上げたな。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること、あと申してみよ誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。う。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること、己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますが。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。Afnater Samurai!ああ、見つけたんだね。馬はどこにおる。馬屋にいるかも。来て。
騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか？道理に背くつもりはないぞ。来い、鬼畜ども！近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れん。たちも取り返した。ちょっと。万平だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む。高さえ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよ一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬。浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？どう似合ってる。名をつけねばな。信誠の心。かねての木。地頭は城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。お主はここで待っておれ。志村殿を返してもらうぞ。やったね。そう申
申したであろこの音何？う。わからぬ。だがおそらく猛虎の兵器。押し通れ。進むほかないぞ。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で？逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。立ちを抜け。我は酒井仁、地頭である志村殿の甥いだ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。ジン、志村から己のことは聞いておるぞ、酒井仁。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。ジンさあどうする、酒井仁。来い、総同盟。おじが見ておるぞ。諦めろ、酒井仁。黙れ祁答め。やめよ、下れ。いともたやすく平和が戻るとおじに見せてやれ。死にたくはなかろう。不甲斐ない。またしても。
父上。ジン、手を貸さんか。お前は死ぬのが主情のためだ。若様。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。叔父上はご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不よ。すべて私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を告げ、あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。明日わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。父上、お導きください。動けって頼むから。ユノ、ジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。
あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強いやつに負ける気持ちわかるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、返り討ちに遭うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。Zonder Serrenstein. Erin hebt het bijna. Samurai ooit wordt in Koilok nog. あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてあれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕がいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。ユナだ。ジェン、待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね。金田の入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。よし。後でタカも手伝ってくれるよ。ああ、
もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた心の内を明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それがものの札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい？この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃあ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から。守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり。猛虎に殺されてた方が幸せだった？恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。通るぞ。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。
どう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。抜かるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。謀反者のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。いやしきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。夜な、生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。四角？槍川だな。卑怯者！地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。ユナ、あれは。違う、タカじゃない。そうか。あった、檻だ。タカか。見に行こう。違う、タカじゃない。
入れたな。逃げるぞ。話は後だ。行くよ。川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。こっち。弟を探してるタカという刀鍛冶。お前はない。だが多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。麻生浦がどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてひげの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカが麻生浦で生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろ友人が手を貸してくれるかもしれない。う。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に労は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。全てを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。おいもじき見つかろう。堺は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。どなたかお助けを。だ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲い蹴り、雷の朽ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さが荒ければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くてせんことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて義と対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。
重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。ここぞとばかり重則は試練一戦なれ切りで最後の獣が発るほど、雨雲去りて空は晴れ、対馬はこともなかりけり。その後重則隠れすみていで会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則のいおりに捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾ剣との思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の会得。そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。犯人を見たのか？知り人でした。古賀康平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。おっ、ひづめの後、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったのか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。蒙古だ、隠れろ。尋常に勝負。古賀康平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか蒙古と？はい。ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。古賀は何をしておった？白い葉、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は蒙古にも伝わっておる。古賀は法師の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。
安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。古賀はここの葉を集めたのか。あれか。白い葉。稲妻で色が抜けたかのようだ。もうやめてくれ。これ以上何も知らないんだ。人のうめき声だ。ふぬけばかりか。犯人は猛虎を連れた男か。祖父から紫電一線を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場小松の海岸にあります。どうか祖父を。古賀が連れてきた猛虎だ。加減はせんぞ。あれが試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した？いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきたのだ。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に紫電一線を授かったぞ。その身で受けよう。
とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。早い。つかめた。技のみでは俺には勝てぬ。かような最後があろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。頼んじゃないよ。これはゲージ。まだ根に持ってんの？逃げ足だけは一人前の臆病者なんだから。金はやったろ？まあ腐った酒売ったのは悪かったけどさ。怯えながら暮らしたんだ。一月も。一月も？借りは返しな。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍。酒井仁と申す。これは失礼しました。あっしは検事。信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山師。タカをアザモ浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく。何度も届けてますからね。あっしの酒が口にあったようで。もっとよこせってもうるさいのなんの。敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できた。なあ、本当にやるつもり？タカのためだから。アザモ浦はどのようなありさまだ。歯向かった奴は殺され、生き残った奴は捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ。でも火事場で働いている奴がいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。あいつはどうにも。口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。分かった。構えて。荷を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。おい、止まれ。ダースだ。ダース、ほれ、酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は？いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。
подсадирч.まさかうまくいくなんて。ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょ無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っております。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか、万が一にも敵に見つかったら。捕虜が死ぬんだろ。分かってる。この上見て、門のそば。あれが人売りの頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。きっとタカは無事だ。肝が小さいから。行くぞ。おい、どうした？鍛冶屋のタカという男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。2人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。離れる。村が焼かれる前に来てくだされば。一人だ。
便利がおる。頼む。休ませてくれ。高田。やめてくれ。姉さん。高。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人。守ってくれるよ。だが信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。この近くに門か。ではそこから出るぞ。ムクロが見つかった。殺される。隠れましょう。いや進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。検事が辻で待っておるはずだ。あの検事が。村から出られていたらね。ふぬけばかりか。ハザクチの悪突な侍。馬だ。こっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。検事だよ。やったな。つけられたか。いいえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモ浦から少しでも離れよお前はいい子だな。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。う。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろんご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモ浦にはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。どこも万兵だらけだ。これじゃ勝ち目はねでもなんとかせにゃ。
お侍、アザモ浦を取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。門に来ます。なければお前の飯は。さあ敵。Perdeu! もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。お助けください。待たせてしまった。怪我はありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。村長もどこかの家に引きずられていきました。手遅れになる前にどうか。ありがとうございます。逃がしてやる。村長か。いかにも。猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。猛虎の隊長に家を乗っ取られました。どうか奴も退治なさってください。いざ勝負。侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。
いさかいか？待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かいは殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。全て一人で討ち取ったとは見事だ。稽古したから。矢の余りはあるか？使ったやつを引っこ抜いてまた使うのさ。それで十分。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば地の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。酒井様、姉さん。タカ。あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので？叔父上を救いたい。金田の木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは？村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。칭하로야선배베리幸男か？はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。隠れろ。血を見るな。よいか？わかりました。猛虎に見つかった。ここにおれ。내가 못 있어. 야다, 야매테! 지상가. 助かりました。幸男の使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。陸奥、
よかった。あんたもう会えないかと思ったよ。怪我はないな。このお方の強さと言ったらまるで鬼だよ。静まれ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。Perdiu e o é falar em sério. Legium Harsinta. Perdiu. Tosho! 生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何？戻るまで火を入れるな。火事場は火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間をいたぶるぞ。侍なんて知らない。村の奴らはどこに消えた。知らないよ。お願いだから殺さないで。هرب شوي. Oh, no, Ternik. لوك Perdiu. Legium Harsinta. 助かった。どうもありがとうございます。まだ気を抜くでない。火事場まで行けるか。ええ、なんとか。皆ついてまいれ。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないんだ。Legium Harsinta.
火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよここで猛虎を迎え撃つ。火事場に入られた。Lascia Turki! Atacaksa! Ready! Ready? Ready?
お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を討ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろ。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から切られている。堺は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不備来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。お前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。日吉の湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。お侍、まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。もうこを倒してください。ご出陣なさらなかった。そうだ。戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で、まあいつものことですけどね。先生の伝説はまことですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。まことだ。もっとも射抜いたのは船ではない。海賊の頭だ。怒らせないように気をつけろ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても、先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです？さあわからんな。いやはや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場。いさかいがあったか調べてみよう。射抜かれた後に矢を抜いておる。足跡だ。いたものかいられたものか。これは血の跡。新しくはない。中華へ逃れられたのやも。武士にしては質素ないより。動くな。
せ。堺の跡取りか。生きておったとは。菰田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかる後何卒ご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは百姓。だが弓は並ぶ者などおらぬ。大主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いした奴は忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望、巴は神道よ。猛虎、さあかかってこい。Geen weg daar nu op! こやつら酔った狸だな。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎なら狸にも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか調べる。矢筒があります。わしが与えた開伝の証だ。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。米と泡手つかずだ。不意を打たれたな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいは。まさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで泊まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、飢えての者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。
それほどの品を私に？早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。さらに遠くの的ではどうかの？どう思った？手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが戦を決めるのは人だ。武具ではない。もうこの兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよう。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと？まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかる後に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。まだだぞ。今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。
物とは。縛られ矢の的にされたか。巴は。待て、これは巴のもの。辺りを調べろ。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服、巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。巻物。猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。猛虎の矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。聞こえたか。島の者です。誰かお助けを。ああ、寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ、己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、痛えよ。死にたくない。長いは無用。行くぞ。殺しておればなんと。自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。何者かが押し入ったか。血だ。誰か生き残った。窓から子供を逃がそうとしたようだ。薙刀、足立家の女のものだな。家族を守ろうとしたのか。荒らされているが争った様子はない。殺せ！政子殿はどこだ。抑えぬか。
男ではないが野党でもない。正体を調べるか。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。旧兵に狙われたのか。この乗り手巧みに矢を避けておる。馬のむくろ。これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は堺家の。菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは敵を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと。刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げきれず道端で切り殺された。姉も孫すらも、赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と、私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず。北の地で。なれど今は足立の墓に。来い。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど、一族の恥。御身の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では私は寺の裏口で待っておる。酒井様、
お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純真と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。草原という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ。政子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。甲冑師を探すか。どうして神社に参らせてくれないんだろうな。猛虎のやつ石碑には傷一つつけてないんだ。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に2つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。宗元様、飯はどこでいただけば。知らぬ。どうか空腹なんです。そなたを苦しめては食事への癒しき欲です。でも幾日も飲まず食わずで。純真の名に聞け。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ見られぬように。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。
鹿か。隠れましょう。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の敵。坊主は生かせ、他は殺す。加減はせんぞ。お前を殺せば名を残せるかもな。我が一族の敵！草原は中におる。行くぞ。草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。飯が尽きている。長くいたのだな。うん。名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいればこのようなこと決してそのままにはいたしませぬ。
お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。岸平原に着いた菅笠衆はこの地におるらしいが、猛虎の荷車が襲われたのか菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。陣、酒井陣か。龍蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。菰田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。菰田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。こいつら次々と囲まれるなよ。型が上達したな。そうか。お前はヒゲが生えたな。手段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。相も変わらず強引だな。こっちだ。最後に会ったのはいつだった？7つ前の長尾家での刀比べ。あの後
お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった。侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああ、だろうな。荷車だ。飯が残っておるやもしれん。体。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。怖がるな。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてな。望みは何だ。一生分のただ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったがまだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。何やつだ。おい心臓、俺だ。お前ら雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。聞け。これは俺の友酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまねえ。体はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら猛虎からおじごを取り戻す。恩に着るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。よし、お前ら行くぞ。一つ聞き忘れたことがある。申してみろ。菰田からどうやって助かった。あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに海宝まで。運の良い男め。お前や一味はどのように。逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。龍蔵は墓におるはず。おう、来たか。それじゃあ飯をぶん取りに行くか。
これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の敵を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ龍蔵。食料を運ぶんだろ。食い物がねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。漢書ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。
浜に猛虎の小舟がある。猛虎の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。硬い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すほどじゃねえな。旧兵を崖に置け。周囲を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行く頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別にただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだらな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまくいく。火に気を取られるから音を立てるなよ。食い物を探そう。ない。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。まあいいさ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船かもな。聞こえたか。4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえらいい船だな。さあ急ぐぞ。幽兵がいるぞ。弓はあるか。お前は仲間に渡した。正面から突っ込むのかよ。新手が来た。殺せ。ここにもなけりゃ次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。Isnik ulloch justa. Terken velo. Yamarnek yum harvo.
蔵と話そう。この船にもないか何かの奪われた兵糧はどこへ。龍蔵、助立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカっ腹見たか。食い物は奴の腹ん中だよ。実証、俺たちの食い物が。龍蔵、逃げるぞ。行くぞ。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が乗ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。忠頼公のお話をご存知ですか。名は知っておる。してどのような話なのだ。その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。話の司祭を教えてくれ。鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。アザモと筒の境の川の近くにまだいると思います。皆さん、力が湧く方にお参りいたしましょう。はるか昔、忠頼なる者の父が麻生浦を海賊から救ったのです。お侍、どうぞこちらへ。面白い話を知っておるようだな。アザモで会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。幾桃と瀬の昔か、長尾忠頼公音に聞こゆる弓取りなり、さとき汽車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚えいとめでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、麻生浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾年の後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守るつわものの訪ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは麻布の北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。猛虎を倒すためならば手段は問わぬ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。紫の菊だ。この花のことを法師が話しておったな。冠に続いておるは
鎧があるはず。こうだ、まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の庵への地図。ここにも紫の菊。忠頼の庵は近いな。険しすぎて登れぬ。別の道があるはず。猛虎だ。なぜここが分かった？忠頼の庵。誰の墓だろうか。紫の冠と同じ香。炊いて間もない。時は経ち流れ静まる。忠頼は安き心もて、弓引かばあまたを射抜く。長尾家の家紋だ。忠頼の一族。ここで何をしている？即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井陣、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。敵は同胞にあらず。猛虎だ。薄汚い盗人風情め。負けてなるのだ。何とぞお待ちを。我が名は楓。忠頼様の末裔です。侍は全て殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公はアザモウラを永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。アザモウラを見守る。村の裏にある山か。忠頼の村。一番手は誰だ。Amcha, c'est le mec sauvage. 奴らどうしよう。逃がしてやる。酒井様、よく来てくださった。忠頼の末裔に導かれた。何があった？忠頼公の嫡男が書いた巻物を
猛虎が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？いえ、堺様が来ると信じ、違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。忠頼の鎧、えも言われぬ美しさだ。下がっておれ。猛虎は近づかせぬ。新手が来るぞ。無事か？はい、堺様。忠頼公の再来かと思いました。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さて、そろそろ出立いたします。さあ、こちらへ。内常公の伝承でございます。古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす。代理内常公を召されり。内常神のかごせし弓を持つ東大一の弓取りになり、再び悪鬼越したれば弓をひっつかみ射落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず矢ははるか雲をつかんと飛ぶ行きて、内常放つただ一子真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末後の息を内常公に吐きつける。ほどなく内常随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ。いられるは皆人なり。内常公をついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝哀れにおぼしめす。内常対馬へ流されて幾とせの後、事切れる。覚える者もわずかなり、悪鬼を打ちしかの弓は対馬の島の者隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ？心を鎮めるため、内常公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。妙だ、あの岩、隙間が。
青い花に囲まれた小島。弓はここにありそうだ。これが内常の墓。これ以上呪いの弓を探すな。死ぬことになるぞ。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。また青い花。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。葵をするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。はないと思え。弓を追うでないぞ。弓はあそこだ。内常の長弓。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取りつかれることになるぞ。猛虎を倒すことが先決。それは後で考えよう。首を洗っておくがいい。内常の呪いか。猛虎が戻ったらどうしよう。あの人が野営を叩いて俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。叔父上が自由になれば皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。
様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな、石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くだされ。年寄りの弓取りとやもめの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。バカに会って話は後で。酒井様、打ち終わりました。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。大染を鍵縄です。良いものだな。借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？龍蔵。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。四方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。叔父上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父子も囚われのままだぞ。場所は矢立砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか？ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ？戦える奴はまだ残ってる。近くの四辻で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？ゆうべあいつら歌ってたんだよ。猛虎が歌を許したとは。意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ？好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか？覚えてるか？受けの連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。加減すれば誰もが気づいただろう。だからって本気で撃つか？負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか？そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。お前、小松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした？お前より流し入れて不満か？ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと？俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や山や上で死んだ奴はいても逃げる奴など。弱いのだ。お前に非はない。
他に逃げたい者は？よし、落ち着いてくれ。時期暗くなる。出発はできそうか？手立ては道中で話そう。よし、てめえら行くぞ。矢立て取りで頭はあそこに捕まってる。どうやって救い出す？どうやって？策を出すのはお前の役だろ。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけばのろしを上げる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン！死ぬなよ。飛び越えられぬか。だが鍵の輪を使えばいけるはず。うまくいった。これは使い手があるな。手前の岩場に割れそうだ。タカ、恩に着るぞ。菅笠氏はどうだ？本当に歌っておる。檻は散らばっているようだな。Den negumben, due. Sana. 外におる。助けに来てくれると思ってた。Enda atak. Iwasa.戦に備えろ。無事のようだな。なんとか。
Der Mundbeißpartler, Hanoi!よし龍蔵、いつでも来い。門を開けねば。死ねえ、この畜生ども。おのおの自由を勝ち取れ。来てくれると信じてました。わらじが今にもほどけそうだ。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ。拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれん。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたは鷹の恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい叔父上を救うと。お前の甥が我が兵を追い回し、獣のごとく八つ咲きにしている。己らが民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死してなお続く戦をした。わしは誉れをもって武君を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。奴もそう言ったな。だが奴は功氏を残す前に死ぬことになる。功氏とは死しても残るものだ。そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って上をしのぐがよい。
うした龍蔵、何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度をじきに仕掛けます。待つとするか、後で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたぞ。ざまあないな。今はよせ。年がいもなく若い女子と暮らすなんて厄介の種でしかない。あれは娘のようなものだ。女子にとって父親など羨ましいものだから酒は好かん。知ってるだろ。酒井様。タカ、鍵名は助かったぞ。お役に立ったようで、姉の反対を押し切ってご分を祈りに来ました。お前は何しに来たのだ？一人酒はつまらなくて。良い酒を残しておけ。叔父上を救った暁には宴を開こう。それじゃあ極上のものを。どうかご無事で。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし筒を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、生き肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。討ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったよ。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆のもとへ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。必ず救います、叔父上。のろしずつ、まず万平を倒さねば。先生、検事と大手門の番を。心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは私とこの先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。
ヒアリの扱いは？試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。政子殿も。ジン、万兵がいる。俺が先駆けだ。내가 못했어.龍蔵め、忘れはせぬぞ。志村様にも伝えよう。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て。向こうに渡れそうだ。名案だな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。ユナの手がいるな。待たせるね。備え、万兵がおるぞ。내가 못했어.ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。龍蔵。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。
叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか。菰田での戦のように。龍蔵、叔父子にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。苦しめはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。よせ、まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。龍蔵、まだ間に合う。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。龍蔵、侍だ。侍がいるぞ。千春を答えよ。志村殿はどこだ。O samurai erbij gewoon. Ready, Cuba! Amursa! どうしたこのケメが。叔父上、陣です。陣、急げ。お侍の方。叔父上、信じておったぞ、陣。
さすが正の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。火星もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。北にいる万兵どもを始末。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。先生、政子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。仇を討たねば、全ての対馬の武士のためにも。追っ手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の仇。政子殿、逃がせない。西川先生、西川先生、本名は何でないぞ、酒井。皆の者、よく働いた。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。大層な城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ、飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。わかるな。入れてやって。おい、よしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。
門を開けろ！